皆さんこんにちは。少し間空いてしまいましたが、年末年始企画第3弾最終回ということで、2024年の投資テーマとして注目されてくるであろうテーマをご紹介してきました。第1回にご紹介したのは資本コストの意識、ROE に代わるより深い収益性の評価。そして2つ目のテーマでは、配当成功や利回り基準に代わる最適資本構成の考え方、企業の特性、ライフサイクルというのを加味した上で、銘柄ごとに適正な株主還元を分析いたしました。そして今回最終回3つ目のテーマでは、目先での利益ではなく、長期的に株価を向上させる2つの要素というのをご紹介したいと思います。PBR を向上させろ、あるいは短絡的に ROE を引き上げるために自社株買いを行うことが非常に流行っていますけれども、あくまで目先にしか効果がない施策を取るのではなく、長期的な収益性に寄与する2つの要素というのを加味した上で、シリーズ全3回の分析結果を総合的に優れた銘柄というのをご覧いただきたいと思います。よろしければぜひ今回も最後までお付き合いください。さて、早速ですけれども、長期的な企業成長に大きく寄与する2つの要素、何の項目を見ていけばいいのかというのをご紹介しますと、1つは研究開発費。これは皆さんもイメージ通りかと思います。どんどん新たな商品開発、新規事業を行う姿勢を常に取り続けなければいけない。そしてもう1つは人件費ですね。企業の成長というのは、その企業に勤める従業員がもたらすものですので、この人件費、しっかりと会社が人材リソースに報いている企業というのが、後々の企業成長につながるということです。しかしこの2つですね、研究開発費と人件費、企業の立場からすると、もし今新たな研究を始めよう、あるいは従業員への還元を大きくしようと、そんな風に方針を取ったとすると、研究開発費や人件費の増大というのは、足元の今期あるいは1期先2期先ぐらいまでは出費というのが膨らむわけですね。結局この研究開発費への投資あるいは人件費の拡大というのが企業の成長につながってきてお金が大きくなって利益として還元されてくる。そのタイミングがいつなのかというのは分析していく必要があります。例えばですけれども3期から5期といったような先に利益が膨らんでくるのか、あるいはもっとかかって10期先ぐらいまで影響が出てくるのか、企業の業態にもよりますので、あくまで業種別にトピックスの銘柄を対象として分析していきたいと思います。さて、どのように分析するか、分析の方法について簡単にご紹介しますと、まず企業の収益結果ですね。投資した金額が大きくなって返ってきているという数字についてどのように評価するか。それは時価総額マイナス株主資本。こちらはシリーズ動画の第1回でも登場しましたけれども、時価総額というのは株式市場における企業の今の足元の価値と将来の収益性の合計ですので、足元の株主資本という価値を差し引くことで、マーケットで評価される付加価値、つまり将来の収益性というのを結果として測っていきたいというわけです。これを今申し上げた研究開発費あるいは人件費でどのように式で説明されるかというのが分析したいロジックになってきます。式としては非常に簡単で、人件費にどれくらいの係数をかけて株式市場におけるその企業の付加価値が測られるか、同様に研究開発費でもどれくらいの係数で付加価値が説明できるかというのを業種ごとの銘柄横断的に回帰分析することで簡単な式ですけれども、それぞれの係数 A、B に対する説明力の大きさというのを測って人件費や研究開発費の影響度を調べていくというわけです。一応式の上で分かりやすく簡潔にまとめていますけれども、それぞれの企業の大小を考慮するために両辺とも自己資本で割り算をするという作業を行っています。そうすると結果ですけれども、まず人件費の係数 A に関してはだいたい 0.5 というサイズ感ですね。そして研究開発費の係数 B の大きさというのはだいたい 2.98。つまり係数だけ見ますと人件費よりも研究開発費に投資していった方がマーケットでの収益性の評価が上がっているということになります。ただこの係数に対する説明力、つまり優位性があるかどうかというのも含めますと、人件費の方は T 値が 11.4、決定係数に関しては 10.4%、研究開発費の方は T 値 12.9 で決定係数が 10.8% と、まず T 値については統計上の優位性2を超えてくると非常に説明する変数としては優位性が高いというふうに評価されますので、2をはるかにしのぐ10以上の数字がそれぞれ計測されている
つまり人件費も研究開発費もマーケットにおける将来の収益性の評価に大きな説明力がありますよということです。そして決定係数に関しては両方とも 10% 以上ありますので、それぞれの項目が将来の収益性の 10% 程度を説明する要素になっているということですね。ですのでこの2つでも 20% ぐらい企業の成長性を司っているということになります。決算資料あるいは財務諸表、いろんな項目あまたありますけれども、この2つがそれぞれ 10% 説明して 20% 以上の将来の収益性を体現してくれるわけですから、あまり決定係数として大きな数字が出てこない陳腐な ESG 項目を見ていくよりははるかに優位性があるわけです。そしてそれぞれの項目、人件費や研究開発費が何期先の収益性につながってくるか、今足元で投下された企業の投資費用というのがどれくらい先の収益に影響を及ぼしているか、相関を取ったときにトピックスあるいは大企業だけのトピックス500、それぞれのユニバースでご覧いただきますと、相関として高くなってくるのは人件費の方は6期から9期先、そして研究開発費の方は7期から10期先というのが収益性との相関として大きくなってくる。つまり目先の収益性を気にするのではなくて、長期投資として長い目で企業成長していきそうな銘柄を探す場合にはこの2つの項目が非常に有効になってくるというお話です。それではまずは人件費について非常にお金をかけている銘柄というのをトピックス500の中でも上位の銘柄ご覧いただきますと、こちら。業種として多く見受けられるのはサービス業ですね。上位からほとんど〇〇サービスという風に並んでいる業種ばかりです。こういったところは人材というのが非常に企業価値に即決してきますので、人件費もかなりかけているというデータですね。それでは今度研究開発費の方で大きなお金かけている銘柄というのをご覧いただきますと、こちらになります。上から順番に津田駒工業、ソシオネクスト、シャープと、今度はですね、業種として半導体やテクノロジー、ソフトウェアなどの技術系の銘柄というのが多く見受けられます。上から2番目にはソシオネクストが半導体業種の中で最も研究開発費をかけている銘柄として上がっていますね。自己資本に対して研究開発費 45% とかなり大きな金額を投資しています。それでは人件費と研究開発費それぞれの過去5年間ですね、足元投資している金額と過去5年間の変動をそれぞれスコアとして合計したときに、両項目、そして5年間の推移が非常に良好な銘柄、スコアの高い順に並べますと、こちら。スコアというのは各4項目の偏差を総合しているわけですけれども、津田駒工業というのが人件費、研究開発費ともにバランスの取れた最も良好な銘柄として上がっています。また上位5銘柄は小型な銘柄が多いですけれども、トピックス500番以内の大型株で言いますと、こちら川崎重工業から3銘柄、楽天グループと住友化学が人件費、研究開発費ともにバランスが取れた大型銘柄となっています。またこちら3銘柄に関しては、どちらの費用とも過去5年間で投資を増やしてきているというのが特徴ですね。楽天グループに関しては、皆さんご存知の通り収益性というのは非常に厳しい環境、楽天モバイルが実を結ぶまで足元の資金繰りすら火の車という状態ですけれども、研究開発費、人件費に投資した分が5年以降実を結んでくるかというのが注目点になってきます。逆にスコアが悪い順に銘柄を並べてみますと、こちら。小型の銘柄というのは人件費を非常に削っている場合が多いですので、悪い順に並べた上で大企業に絞ってご覧いただいていますけれども、大企業の割に人件費を出していない従業員からすると渋い銘柄というのが分かりやすく浮き上がってくるわけですね。そうすると久光製薬や大正製薬というのは人件費にあまり金をかけていない研究開発費も減少傾向にあるということで、大正製薬に関しては超低 PBR から MBO をかけて上場廃止に向かっていますけれども、あまりデータ上は有料ではない銘柄ということで、上場廃止になって叱るべきといったところでしょうか。そして気になるのは業種として多いのが医薬品関連、あるいは半導体といったところが結構目立ちます。この2つの業種に関しては皆さんも同じようなイメージかもしれませんが、研究開発費として非常に大きな金額投資していかないと将来性が見込まれないような業態かと思います。そしてその研究開発というのを引っ張っていくような人材にも投資していかなければいけないにもかかわらず、あまり良くないスコアのランキングに入ってきてしまっています。この2つの業種に絞った上で上位と下位の銘柄というのをご覧いただきますと、上半分
レーザーテックまでがスコアの上位。中ほどロームから下がスコアの下位ですけれども、先ほど申し上げたイメージ通りですね、研究開発費、人件費に非常に大きな金額をかけている半導体関連の銘柄というのは、大型株ですとソシオネクストやルネサス、アドバンテストといったところが並んでいます。一方で下2つですね、小型の部類ではありますが、ミライアル、あるいはメガチップスといった銘柄は、研究開発費が5年間で非常に減ってきてしまっているところがマイナスポイント。こういった半導体関連の小型株を狙っていく場合には、よりスコアの良好な RS テクノロジーズ、あるいは芝浦メカトロニクスに注目を移していた方が有効かと思われます。今度は医薬品関連の業種でご覧いただきますと、こちら、上半分エーザイまでがスコアの良好な銘柄、新日本化学から下、スコアが下位の銘柄になっていますけれども、こちらの業種もやはり住友ファーマや第一三共、武田薬品などは人件費、研究開発費ともに非常に大きな金額をかけている。一方で、下位の銘柄、鳥居薬品や久光製薬、大正製薬などは自己資本に対してわずか数%しか人件費、研究開発費にお金をかけていないと、非常に上半分、下半分で色濃く比率の桁が違ってくるのがお分かりいただけると思います。医薬品関連は新薬の動向でかなり株価触れますので、他の業種よりもより一層研究開発費の動きというのが注目になってくるかと思います。例えば新薬を開発していてうまくいかなかった株価が大きく下がってしまった。そして研究開発費の比率もだいぶ目減りしてしまった。そんなことがあると5年後、10年後、非常に懸念が大きくなる。そんな判断に使えるかと思います。それでは最後にですね、シリーズ全体の項目をそれぞれスコア化して有料な銘柄というのをご覧いただきたいと思います。まず第1回が株主資本コストを意識した経営。そして第2回が最適な配当政策をとっている銘柄。そして第3回、人件費や研究開発費といった先行投資を行っている銘柄。それぞれの項目で業種ごとの偏差をとって総合スコアを算出していますけれども、これが高い順に並べますと、一番上レオパレス。これは前期から今期にかけての収益性が非常に高くなったということで、株主資本コストの偏差が 8.9 とあまりに高い数字になっている影響ですね。こういった要因というのは一時的ですので、株主資本コストというよりかは先行投資のスコアが高い銘柄というのを中心に見ていた方がいいかもしれません。例えば日本板ガラス足元では業績あまり芳しくありませんが、先行投資が非常に高い数値になっています。また小型株ですけれども4番目スプリックス、6番目ティアックといったところは先行投資の数字が高いですね。また足元で株主資本コストの項目も良好、先行投資も良好、両立しているような銘柄ですと、中ほどトピックス順位682番のキーパー技研、大型株ですとカプコンなんかも共に良好な数字になっています。また大型株500位以内の銘柄だけで絞りますとこちらのランキングですね。上から順に ZOZO、カプコン、アウトソーシングと並んでいます。ご覧いただいている項目の中で先ほど最も重視していきたいと申し上げた先行投資の項目ですね。ランキング内すべてプラスの数字になっているということで、この場合は小型株ですと足元の業績が悪い銘柄というのは非常に投資するのに戦々恐々となりますが、大型株の場合ですので、逆張りという意味で株主資本コスト、つまり足元の経営状態があまり株主の期待に添えていない銘柄だけども先行投資をちゃんとしているという考え方のもと、川崎重工業、あるいは住友化学といったところは非常に先行投資が大きな数字になっていて、後々期待できるんではないかと、そういった見方ができますね。全然足元の株主資本コストの状況が良好な数値となっている銘柄でも先行投資が高い、両立している、好調な業績が5年後、10年後も続いてくれそうという意味で、順張りで見ていても問題ないランキングかと思います。また、川崎重工業なんかは、配当政策も適正値よりも多めに出してきていますので、後々の業績の好転に自信があるのかもしれません。それでは最後、わずか20銘柄に絞られる良好なデータというのをご覧いただきますと、こちら、どのように絞ってきたかと言いますと、トピックス2000銘柄以上ある中で、株主資本コスト、最適な配当政策、先行投資の各項目すべてが業種の中で平均値以上、3つとも標準偏差を取った時にプラスになっている銘柄ですね。上から順番に住田コーポレーション、アビスとローランドと並んでいます。どちらかというと小型株多めですけれども、大型株も入っていて、業種の一つ横、配当利回りというのをご覧いただきますと、結構ですね、3.5% 以上、一般的に
高配当と言われる銘柄が多く並んでいます。最適と思われる配当政策の比率以上に出している銘柄たちということで、偏差値0以上を絞っていますので、配当利回りが高めの銘柄がリストアップされるというのは自然なんですけれども、そのような基準を用いてしまっては選ばれてこないような銘柄、例えば中ほどのジャムコ、配当利回りとしては 1% にとどまりますが、企業のライフサイクルを加味した上での最適な配当政策という意味では、業種内平均値よりも上を記録していますので、3%、4% といった一律の配当利回りに縛られずに注目してみるのも面白いのかもしれません。またその2つ下レシップホールディングスというのも配当利回りが 1.3% にとどまりますが、ジャムコと同様に配当政策としては最適値に近い数値と計算されています。ですので今ご覧いただいているリストだとシリーズ3項目とも良好な数字という銘柄たちですので、足元の収益性というのも株主の期待以上で先行投資もしっかりしているということなので、現時点での配当利回りの水準というのがあまり芳しくない数値 1%、2% にとどまっていたとしても、それは企業のあり方として配当政策としては最適な状態であるということを鑑みれば、将来的に企業成長をした後に株主還元を高めてくれる可能性がある。企業成長をするということは企業のライフサイクルが進むということなので、将来的に最適な配当政策というのが比率としては上乗せされてくる。そうすると増配につながりますので、現時点の配当利回りだけを見るのではなく、長期投資するという意味では、今回のシリーズのような観点も一つご参考にいただければと思います。ということで今後も投資判断をする際に銘柄の特徴を把握する。そんな時に今回ご覧いただいた3項目を少し意識していただけますと幸いです。さてシリーズ全3回非常に何言ってるかわからへんというような方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まずはですね、一つ一つの項目 ROE が 8% という水準だけでいいのか、そもそも銘柄によって株主が期待するリターンは違うんではないかという考え方、あるいは配当利回り、配当成功というのは企業の大きさ、超大型企業の安定性の高い銘柄なのか、それとも新進気鋭の小型株なのか、銘柄ごとの最適な資本構成の考え方、そして今回最後にご紹介した自社株買いといった目先の施策ばかり取ってくるような銘柄を注目していくのではなく、長期的に収益性、株価を向上させる人件費、研究開発費に力を入れている銘柄というのを慣れていくまで、それぞれ順番に一つずつ拾っていって、もしですね、あんまりご自身には合わないなという考え方があれば、それは気にせず捨てていただいて、今回の動画のように統合的なスコアを別に算出する必要もありませんし、もし一つでも投資判断の材料に活かせる項目が当チャンネルの動画からご提供できれば幸いです。ということで今更になりますけれども、本年もどうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。